旅。こんにちは、あーです。今日も旅始まりました。今日はですね、トライアンフナショナルラリーというイベントに参加しています。実はですね、トライアンフさんのイベント参加するの初めてなんです。めっちゃ楽しみです。今日はいろいろ試乗とかもねさせてもらおうかななんて思ってます。見えます試乗エリアにやってきました。この中からねどれか乗せてもらおうかなと思っております。ちょっと何があるか見てみましょう。I found someone who makes me wanna know a thing about love. But oh my god, I'm seeing stars with you. Tend to keep myself from diving in. I got fed up with the sink or swim. But oh my god. はい、今ね試乗の受付してきました。ということで今回乗らせていただくのはこちらです。タイガー 1200GT プロです。めっちゃかっこいいんですけど初めて乗るんですよね。乗れるかなめっちゃ楽しみです。運転席からの眺めはこんな感じになっております。タンクがねめちゃくちゃ大きくてすごい力強い感じがしますね。いやめっちゃ緊張するんですけど楽しんでいきたいと思います。ドキドキする。エンジン特性だとか詳細なスペックとかはねもうプロにお任せするとして、私は乗ってみた率直な感想をねちょっとお伝えできたらなと思います。走り始めると滑らかですね。パクつかずにスーッと入っていってくれます。クローズドコースを走るかなと思ったんですけど、今からね公道を走って試乗会してくれるみたいです。私の前にね先導車がいるので、その方について走っていきたいと思います。まず足つきなんですけど、ワイルドウィングさんのファルコンという厚底ブーツを今履いております。で身長は160センチです。それで両足つま先が届く感じですね。で止まる時もですね片足を完全につける、両足じゃなくて片足だけつけるようなイメージで止まると、難なく止まることもできます。タイガー 1200GT プロの車重が246キロなんですけど、重たさは正直そんなに感じないですね。やっぱアクセル回すと滑らかに動いてくれるし、走っててねそんな重たいなっていう感覚はないです。最初乗るときは車格も大きいしもうめちゃくちゃ緊張してたんですけど、今ね乗り始めてもうほんと 1,2 分もう慣れました見た目ねかなり大きく見えるんですよ。もう車高もあるしタンクももちろん大きいですし、ただ乗ってみると意外とそんなに大きさを感じないというか、私の身長だと若干前傾姿勢気味にはなるんですけれども、それでもハンドルがすごい遠くて大変っていう感じもないし、レバーの位置とかもね遠いなっていう感覚もないので、意外と乗ってみると結構体にフィットしてるなっていう感じがします。大きすぎて扱いづらいっていう印象ではないですね。乗ってみると意外と思い通りに動いてくれるなっていう感覚です。はい、続いてはですねこちらタイガー試乗会ということで、今から林道に走りに行きたいと思います。そう、林道走れるんですよ。めっちゃ嬉しい。はい、続いてはですねタイガー1200ラリーエクスプローラーというのに乗っています。シート高がさっきの 1200GT プロから 25mm アップしたんですけど、正直足つきはギリギリです。私の身長だと両足は届かないですね。片足でつま先ギリギリ届くかなっていう感じです。でも片足つけばねバイクは乗れるので乗れるは乗れますね。こっから未放送みたいですね。ちょっと待って、すごいなこれ。立ち乗りするとこのタンクのところに太ももがすごいフィットするんですよ。めちゃくちゃニーグリップしやすい。アップダウンもあるんだ。短いけど面白いコースですねこれでさっき乗ったタイガー 1200GT プロと比べると、走ってる道が違うんでね比べられないんですけど、こっちのラリーエクスプローラーの方が大きいんですよ。タイヤもねフロントタイヤ2インチアップしてますし、
タンクも10リットル大きいし、シート高も25ミリ大きくなってるので、すごい大きくはなってるんですけど、でもね、乗車姿勢がねめちゃくちゃ楽ですごいフィットするんですよね。もうあえてタンクの吸い付きっていう言い方をさせてほしいくらい、もうピタッと足がねフィットしてくれるんですよ。だから立ち乗りがねめちゃくちゃ楽。これは本当ね、体感して共有したい乗りました、あれめっちゃいいですよねみたいな感じで話したくなるぐらいのタンクの吸い付き。本当試乗する機会ある方はぜひ立ち乗りしてみてほしいです。めちゃくちゃ乗りやすい。と車体の割には小回りが利くっていうのも大きいかなと思います。低速でもカクつかない上にハンドルがね結構切れるんですよね。なので結構狭いカーブでも入っていくことができます。やっぱオフロードってね狭かったりだとか、路面が悪かったりとかもね結構したりするので、こういうところはありがたいですね。あたびまずこの後、止まったバイクの状態の上で、ホームのチェックをします。はい、行動。Chasing a ghost who don't try. I'm tired of the show, but you help yourself to somebody else. It's too late. You really care about all your mistakes. You were out of your league in the first place. Not even surprised that you let me down, down, down. I gave you too much honestly, and you closed the door. Now you're calling me, but I don't need you anymore. せーの、じゃんけんぽん。ジオちゃんはパーを出しました。チョキの方だけ、チョキの方だけお願いします。チョキ、いきますよ、皆さん。せーの、じゃんけんぽん。グーの方、グーの方。はい、夜になりました。寒くてね、こちらダウン着ちゃいましたということで今から第2部ナイトパーティーが始まります。お酒の提供とかステージパフォーマンスがねあるようです。私はね今日ちょっとバイクで来てるのでお酒飲めないんですけど、ステージ楽しみたいと思います。かなり価値のある。 Whiskey and the wind are the only sound. Let's make like a tree, grow some roots, do all the things that old folks do. I need you and you need me. What else more could someone need? You've got a key and I've got a lock. Let's build a house upon a rock. Let's build a house upon a rock. Want someone to lie with, rely on to fly with. Wanna drive all night and head out west, get lost in Montana.
トライアンフナチュラルラリー1日楽しみました。すごくねコンテンツも充実していて、やっぱりね大河に乗れたのが嬉しかったですね。さて今日の動画はこの辺で。動画が面白かったよって思っていただけた方はチャンネル登録やコメントもぜひお待ちしております。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。